こんにちは、快適アートです。今日はこちらのガラスペンを詳しく紹介していきます。これは関清風さんという方が作った硬質ガラスペンです。京都にあるガラス工房炎というところで作られています。今は2代目の関清流さんがガラスペンを作っています。私はみやびというモデルのせせらぎという色を選びました。澄んだ綺麗な青のガラスペンです。以前も一度紹介動画を作っているんですが、今回は撮影も編集もやり直してみました。ペン先は途中からねじりが入っています。ペン軸の方には波模様が入っているんですが、波のリズムに緩急がついていて、すごくシンプルなデザインなんですけど、綺麗です。私は3年前にオンラインショップで購入しました。京都の白川に工房がありますので、そちらでも購入できるそうです。なんとこちらのペンは永久無償修理保証がついています。もしもペン先が欠けてしまっても工房に送付すると直してくれるそうです。私が買った際はこんな感じのインクがおまけでついていました。実はこれ開けたことがなかったんですが、ちょっと今回開けてみました。中にはこんな感じで注意書きとかが書いてあります。つけペンは洗わないでってあるんですが、私はたくさんインクを変えるので結局洗っています。中はこんな感じでインクが染み込んだスポンジが入っていました。いつもインク瓶につけるときにヒヤヒヤしてたんですが、これだと確かにすごく安心感があります。これはオリジナルでも作れるので、よく使うインクがある場合はこんな風に安全なインク瓶を自分で自作してしまうのも手だと思いました。スポイトもついていて、これで足していくとずっと使えると書いてあります。ブラックのインクでした。今もインクのおまけはついているみたいです。私は洗う時にこんなカップを使っています。これ一見するとガラスなんですが、実はガラスじゃなくて柔らかい樹脂でできたコップです。硬質ガラスペンといえども、やっぱり硬いものに当たるのは怖いので、こういう柔らかいカップを使うのをおすすめします。これは Amazon で買いました。水を入れると透明感がよりわかると思います。万年筆インクとかでよくある染料インクはこういう風に水にすごく溶けやすいので、少しゆすぐだけでインクは取れます。ただインクをつけてから時間が経ってしまったりした場合は少し取りにくいです。水からあげてティッシュで軽く拭き取りますが、この時にまだインクがティッシュにつくようだったらもう一度洗った方がいいと思います。今回の場合もちょっとインクが残っていたみたいです。ギュギュッと押し拭きするようにして拭いています。これでも落ちない場合は私はぬるま湯とかで流水で洗っています。ガラスペンはインクを洗う時もすごく綺麗なので、私はこういう風に外から見えるようなカップを買いました。今回もちょっと試し書きをしていきます。最近買ったこのインクを使います。中林達也の浮世絵インクシリーズです。こちらは北斎恋愛という色です。こちらのインクは前回のイラストメイキングの ASMR で使うために買ったんですが、すごくいい色で、この瓶の口のところを見ていただくとわかるんですが、乾いた時に赤色味が出てきます。使いやすい色味なんですが、ちょっとミステリアスな感じの色味も出るので気に入っています。今回ははがき台の剣としに書いていきます。今回紹介するにあたって商品の概要を調べてみたんですけれども、一度インクにつけるとはがき1枚を書き上げることができるという風に書いてありました。私的にはもうちょっと長いんじゃないかなと思ったので、今回実際に検証してみました。いつもは字が苦手なので絵を描くようにしているんですが、でも今回ばかりは字でないとわからないかなと思って文字を書いています。予想通りなんですが、1枚は余裕で描けました。
字の大きさにもよるかもしれませんが、これくらいかけたら結構な分量だと思います。2枚目に移ります。私はガラスペンは結構いいものを買うようにしているんですが、いいものはこんな風にインクを付け足さなくてもずっと安定して字や絵を描くことができます。何回もイラストを描いている途中にインクを付け替えたりすることはあんまりなくって、前回出したイラストメイキングでも1色使うごとに1回しかインクにつけていません。これはペン先の精度とかこの溝の精度によると思うんですが、いいペン先のメリットとしてはそういう風に長く描けることと、あとは書き心地がいいことです。昔安いのを持っていたんですが、ちょっと削ってしまうような時もあって、やっぱりちょっと書き味が悪かったように感じていました。こんな感じで2枚目もぎっしりと文字が書けています。それから私は硬質ガラスペンを買うようにしています。硬質ガラスは耐熱ガラスのことなんですが、耐摩耗性に優れているので、ペン先が壊れにくかったり傷がつきにくかったりするみたいです。とにかく硬い、壊れにくいガラスなんだなと思っています。実際にこういうのを使っていて、書いてるだけで壊れるっていうことはまずないかなって思ってます。字が少し細くなったかなと思ったらこんな風に書けなくなりました。ずっと細くなって最後消えるんだったらわかるんですが、文字が見えないくらい細くなったり、あとはかすれたりすることがあんまりないので、こんな感じでインクがなくなるその直前までちゃんと綺麗に書けます。結果としてははがき1枚ではなく、なんと2枚半くらい書けました。これが実際イラストで使ってる時なんですが、長い線も途切れずに引けます。こういうのだと結構ペン先の精度が悪いと途中で角度が変わった時に若干線の太さとか、あと途切れたりしてしまうことがあるので、やっぱたくさん書くっていう場合はちょっといいものを買った方がいいのかなというふうに個人的に思っています。今後も多分ガラスペンは趣味で集めているので、ちょっとずつ増やしていこうかなとは思っているんですが、この関西風さんのガラスペンはすごく気に入っていて、細くてとても軽いので日常使いにおすすめです。ちょっと普通の使い方ではないんですが、こんな風に絵の具で使ってみたこともあります。これはファインテックという絵の具で、これの用途にガラスペンで使えますよっていう風に書いてあったんですけれども、実際使うとやっぱり染料インクよりかは少し使いにくかったです。これは絵の具の粘度とかにもよると思いますので、いろいろ試しながらやってみたいなとは思うんですが、ガラスペンに推奨されるのは染料インクで、顔料インクは結構取り扱い注意って感じなので、皆さんもし使う場合は自己責任でお願いします。こんな感じでですね、何回か書かないとインクが出なかったりする時がありました。これは染料より顔料の方が粒子が大きいので、詰まったりしちゃうということだと思います。で、その次なんですけれども、これはシャバシャバした絵の具を使ってみました。これは墨雲堂の絵墨を使っているんですけど、墨をベースにした絵の具ということで、なんかちょっと粒子が細かいのかなと思って使ってみました。ファインテックよりかは描きやすかったです。ペンとかだと既存に出ている商品の色味しかないと思うんですが、こんな風に自分でブレンドした絵の具を使えると表現の幅がぐっと広がるかなと思います。水性染料インクよりかは描きにくいんですが、続けて結構描けたなっていう印象はありました。そんなに何回も付け直したりはしなかったです。こんな風に均一な線で描けますので、筆ではなくペンで入れたいんだけど自分の色を選んで使いたい時に便利です。最近は墨を使ってみました。墨の絵の具と違うところでいくとにかわが入っています。にかわは結構固まると取れにくかったりするので、そこの部分が心配だったんですが、描き心地としては結構いい感じに描けました。これは水加減にもよるかとは思うんですが、こちらもシャバシャバにすると描けるって感じでした。墨は使ってみて思ったんですが、やっぱり落ちにくかったです。
乾いてしまうとかなり落ちにくいというのと、あとは隙間に入った分は水だけでは落ちなかったです。柔らかい歯ブラシを使って溝に沿った感じで優しくブラッシングして綺麗に取れました。傷がつくと絵の具が入り込んで取れなくなったりすると思うので、クリーニングはかなり慎重にやった方がいいと思います。このチャンネルではこのガラスペンは結構昔から使っていたんですが、改めて紹介動画を作ってみました。初期の動画とかだと万年筆で絵を描いていた時もあるんですが、結局インク沼にはまってしまうとガラスペンの方がインクを買いやすいので、結局こっちを私はコレクションしていっています。今後もガラスペンやインクはどんどん集めていきたいなと思っていますので、もしご興味ありましたらまたチャンネルを覗いていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。